卓球の教科書です。サーブの極意実践編の第2部へようこそ。今回は巻き込みサーブ、YG サーブ、しゃがみ込みサーブの出し方や見分け方を解説しております。では本編のスタートです。問題です。どちらが下回転でしょうか。1、2、1、2、正解は1が下回転で2は上回転ですね。王道選手の巻き込みサーブは少し球の下側を擦れるラケット面を準備しておいて、前腕のひねりと上から下のスイングの力で下回転をかけています。上回転はほぼ同じラケット面で前腕を一瞬前に振り、球の後ろ側を真横に擦るイメージで横上回転をかけています。したがって下回転をかけた時の方が下にスイングするスピードが速いし、上回転に見せるために大げさにフォロースルーを上げているのがわかると思います。逆に上回転はフェイクのフォローをつけず上から下へのスイングだけにして下回転を切ったように見せていますね。ただしそれだとフォローを見たらバレるので、先ほどの逆で上にフォローを上げて上回転をかけていたり、下にスイングして下回転をかけるオーソドックスな出し方ももちろんします。とにかく巻き込みはいろんな出し方で相手を惑わすことができるので、巻き込みが上手くなりたい方はぜひレッスンを受講ください。フォローのことは別にして、彼女の巻き込みは上から下方向にスイングして下回転を出すか、一瞬球の後ろを横に擦って上回転を出すかで使い分けていますね。ただし彼女の試合を全て見たわけじゃないので、他の巻き込みも出しているかもしれません。例えばこれはキックサーブと言われ、伸びる回転のサーブですね。キックサーブは先ほどまでの巻き込みよりもラケット面を立てて、球の真後ろか上側を後ろから相手のいる前方向か下から上に擦って出します。巻き込みの横下回転と組み合わせると効果的なので使ってみてください。平野選手の巻き込みの方がもっと分かりやすいと思いますよ。これは横下回転ですよね。これが横上回転。先ほどよりは少しは分かりにくいけど横上回転。とにかく平野選手の巻き込みは大げさに上回転をかけていたり、下に力が加わるかどうかが見やすいので判断しやすいですね。ちなみにこれはナックルですが、スイングスピードが遅すぎてバレると思います。巻き込みのメリットは分かりにくく出せることなので、分かりづらさを考えてサーブを作りましょう。YG にもいろんな YG がありますが、吉村選手のようにアップダウン、つまりラケットを上から下方向に振る力を組み合わせた YG が分かりにくいと思います。バックスイング時には一旦下方向にラケットが動き、その後上に上がってからまた下方向にスイングしていますよね。このアップダウンでの YG で下回転を出すには、バックスイング側から戻してくるときに球の下側を擦れる面を出して手首の力を使って回転をかけます。前腕のひねりを使うともっと回転量が増えるし、相手に分かりにくくなるので、バックスイング完了時にはラケット面は相手の方向にしておき、
そこからラケット面が球の下側を捉えられるように前腕を外側にひねることをお勧めします。前腕をひねるときに右利きならば少し右下側にひねり下ろしつつ、手首もその方向に使うと強い下回転になります。前腕をひねるときに肘を下ろす力も使うとさらに良いサーブになりますよ。特に下回転をかけた後はこのようにバック面を相手に向けるように前腕や手首をひねると相手は上回転をかけたと錯覚しやすいです。ただし前腕のひねりを右上側にひねり上げてしまうと上回転になってしまうので注意です。そしてこのひねり上げるような上回転はバレやすい一面もあるので、前腕自体はひねり下ろすけどラケット面を少し立てておいて球の後ろ側を手首の力で右上側にこすり上げるようにするとバレにくくなります。吉村選手の YG はよく切れているので世界のトップ選手も苦戦していますね。このくらい切れているサーブは実は弾道を見れば分かりやすいです。この2本のサーブの飛び方をよく見てください。これは上回転で、上回転はバウンドが高く伸びてくる感じがあります。それに対して下回転の方がバウンドが低く滑ったり止まったりする感じに見えませんか？だからこそバウンドを極力似せたサーブを出せるように練習してみてください。サーブでトップ選手を惑わせよう。しゃがみ込みといえば松平選手ですね。しゃがみ込みサーブの特徴はトスを高めに上げて衝突力を使うだけでなく自分がしゃがむ力も加えてさらなる回転量のアップを図るサーブです。フォア面とバック面の両方を使うことで右回転や左回転と左右の回転差もつけることができます。出し方は横上回転系はラケットヘッドを真上にするか少しラケット面をかぶしておき球の外上側をバックスイング側でこする。振り下ろすというよりは後ろから前に振っている時に当てる感じです。横下回転系はラケットヘッドを少し外側に倒すか少し球の下側をこすれるくらいの面にして上回転よりは少し後でこする。振り下ろし気味で当てた方が出しやすいです。とにかく低い位置で下に振り切る力が大事ですね。松平選手の特徴として頭よりも後ろ側で当てている点にもご注目ください。後ろ側で打つことにより台にぶつけずに真下に振り下ろせたり少し前に振って上回転をかけることを見破られにくくしています。これはインパクト時のラケット面です。左が下回転で右が上回転。松平選手ほどのレベルだとほぼ差がないですね。回転量をもっと増やすならば面をもっと変えた方がいいですが面を変えすぎると相手に見破られてしまいます。したがって私も回転量よりもバレにくくすることの方が大切だと考えています。ではどうやって回転の差を生み出しているかというとインパクトしてからのスイング方向が違います。下回転はそのまま下方向に振り上回転は少し右側に振ります。では下回転から確認してみましょう。インパクトからそのまま下方向に振りましたね。次は上回転。ここから少し右に振ります。その後は下回転に見せるために下に振り下ろしていますね。わかりましたか？とにかく理解してほしいことは下回転は上から下側に振る、上回転は左から右側に振る力を加える。これを一般的には後ろから前に振ると言います。しゃがみ込みサーブのデメリットは
サーブが長くなりやすいことなので、出すならば思い切って回転量とスピードを増やして長く出した方がいいです。短くしたいならば当てる感覚が大切なので、打ったらスイングを止めるくらいにして飛んでいく力を減らすか、振り下ろすよりは少しラケットを巻くようにして前に飛んでいかないようにすると良いでしょう。今伝えたようになっているか、ショートサーブのラケットの動かし方をよく観察してください。当たってからスイングが前に行かないようになっていますね。ちなみに松平選手は両面でサーブを出すため、結構真ん中にラケットを構えてからバックスイングを取りますが、オフチャロフ選手はフォア面しか出さないので、フォア側にラケットを構えてバックスイングを取りますね。ただしこちらの方が回転はかけやすいけど、両面を使って出す場合にはどちらで出すかバレやすいです。サーブの極意実践編の第2部はいかがでしたか？次回最終回はワイパーサーブ、リューゴリャンサーブ、バックサーブ、試合の流れを変えるためのサーブや世界基準のサーブ、ペンホルダーのサーブなどを紹介しております。どうぞご覧ください。